こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに、Kindle 出版で40冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があれば、フォローやコメントなどお待ちしています。さて、今日のテーマはですね、人生って意外と簡単でしたというテーマでお話しします。と言いましたが、多分今、いやいや、簡単じゃないやろ、そう思った方もいると思います。僕もそうでした。昔は人生って難しすぎるゲームだと思っていました。会社、仕事、人間関係、お金、将来、全部うまくやらないといけない。だから人生って難しい。そう思っていました。でも今振り返ると難しかったんじゃありません。手順を知らなかっただけでした。今日はそんなお話です。昔の僕は人生には一本道があると思っていました。学校へ行く、就職する、働く、結婚する、家を買う、老後を迎える、そんな流れです。実際、会社員を辞めていなかったら、多分、僕もその道を歩いていたと思います。そして、その道が合う人もいます。そういう人は、その方が楽です。何も悪いことじゃありません。でも、僕は違いました。会社員という働き方がどうしても合いませんでした。そして、普通のレールから落ちました。ここからです。人生って難しい。そう思い始めたのは、普通のレールを走っているときは、難しいなんて思ったこともありませんでした。でも、降りた瞬間、正解がなくなります。誰も教えてくれません。全部、自分で考えないといけません。だから、めちゃくちゃ考えました。どうやって生きよう。何の仕事なら向いているんだろう。適職診断、性格診断、資格、将来性、AI に仕事を奪われない資格、そんなものまで調べていました。勉強もしました。途中でやめました。また違うことを始めました。今思うと完全に迷子です。でも当時は必死でした。そんな時、ミニマリストの本を読み始めました。そこで少しずつ考え方が変わります。仕事を探す前にもっと大事なことがあるんじゃないか、そう思ったんです。僕は毎日をご機嫌に生きたかった。それだけでした。でも仕事は必要です。生活費も必要です。だからたくさん働こう、じゃありませんでした。生活を小さくしよう。こっちだったんです。これが僕には合っていました。生活を小さくすると必要なお金がわかります。必要なお金がわかると必要な仕事量がわかります。僕の場合、生活費は約11万円でした。11万円なら Uber Eats でも作れます。地方都市でも週4日くらい働けば十分届きました。つまり、まず生き残れるようになったんです。これ、めちゃくちゃ大きかったです。ここで人生が一気に簡単になります。生活費はある。生きられる。じゃあ、残った時間で何をする？ここで初めて自分の仕事を育て始めました。Kindle、ノート、YouTube、全部ここです。僕の戦略はすごくシンプルでした。Uber で最低限生きるためのお金を作る。その間に時間のかかる仕事を育てる。Kindle も YouTube も最初は全然稼げません。でも積み上がる仕事です。だから時間が必要なんです。その時間を Uber が買ってくれました。この感覚でした。そして少しずつ Kindle が育ちます。
YouTube が育ちます。ノートも育ちます。すると、Uber の時間を少し減らせます。もちろん、続けてもいい、やめてもいい。ここで初めて選択肢が生まれます。僕は自由ってこのことなんじゃないかなと思っています。何もしなくていいことじゃありません。選べること、それが自由でした。だから今、振り返ると人生って思ったより簡単でした。もちろん難しいこともあります。事故もあります。体調も崩します。海外翻訳もしないといけません。これはまだやってません。でも人生そのものは難攻不落じゃありませんでした。僕が難しいと思っていた理由は複雑に考えすぎていたからです。まず、生活を小さくする。次に、生き残る。余白を作る。余白で未来の仕事を育てる。育ってきたら少しずつ働き方を選べるようになる。多分これだけだったんです。最後に昔の僕は人生って難しすぎるゲームだと思っていました。でも今なら少し違います。人生は難しかったんじゃありません。複雑にしていたのは自分だったんですね。最後まで聞いていただいてありがとうございました。もしこんな暮らし方や考え方に共感していただけたら、概要欄も覗いてみてください。Kindle では40冊以上の本を書いています。ラジオでは話しきれなかったことを文字で読むラジオとして残しています。それではまた次のラジオでお会いしましょう。ミニマリスト田中でした。バイバイ。